今回はオジロジカを描いていきます。オジロジカといえばディズニーの映画のバンビ、あれのモデルになった鹿でもあり、日本ジカにも結構似ている鹿なので馴染みやすい鹿なのかなと思います。まずは絵や文を書くスペースを確保しました。全体的なレイアウトです。この左上にはオスの鹿を描こうと思っています。鹿の顔を描くときはブロックで面で捉えて立体感を出して下書きをしています。こっちはメスの大人の鹿です。これもカクカクっとね面で捉えて下書きしました。こっちは小鹿を描こうと思っているのでカクカクって書くよりも丸みを意識して下書きしています。草の上でお昼寝している絵にしようかな。こっちには鹿の骨格を描きます。骨格の全体を描くときは足の長さを気にしながら描きました。このぐらいのスペースに収まるようにってことで足の長さを元に描いていきました。ここは足の裏を描きます。こっちは鹿が走っている様子の骨格の大まかな捉え方みたいなことが描ければいいかなと思って描いています。丸で描いたのが関節でちょっとだけ肉付けしているような絵の描き方の参考にもなるかなと思って描いています。ここは正面の小鹿の顔を描こうかなと思っています。こっちは親子の鹿を描こうかなと思っています。何でもそうだけど描くときは大まかなラフでバランスをとってそれから細かく下書きをしていきます。今ちょうど季節が秋なので、メインビジュアルは秋の光の中にいる小鹿ちゃんを描ければいいかなと思っています。今回はレタリングはしようとは思っていなくて均等に並べたグリッドの中に帯を描いてそこに、ホワイトテイルドディアというふうに、明記しようかなと思っています。小鹿がちょっとね太ってたみたいで可愛くなかったんでちっちゃい小鹿ちゃんにします。ここもちょっと小鹿にしては胴長だったんで、下書きを右に詰めてってます。これまでは 4B の鉛筆を使ってたんだけど今回は 2B を使ってみました。細かい文字はシャープペンで力を入れずに書いています。今回は絵をたくさん描きたいがために文字を小さくしました。で細かい文字でも書きやすいようにピグマペンの01をチョイスしました。ピグマペンは乾きも早いし耐水性なのでかなり重宝しています。この練り消しはホルベインの練り消しです。やっぱり100均よりもよく消える。そりゃそうか。さあここからどんどんペン入れしていきます。G ペンでいつものインクで描いています。今回は全部黒じゃなくてメインビジュアルだとかちょっと茶色の線で描こうかなと思っています。私は水彩絵の具で塗っていくので線画を描く上でのインクなどで一番気をつけるところは全部耐水性のものを選んでいます。耐水性じゃないと絵の具を塗った時に全部ビヨビヨビヨって汚くね伸びてっちゃうのでこのインクも、証券用耐水性のタイプのものを使っています。水彩画じゃなくても例えばマーカーとかコピックとかちょっと水気のあるもので色塗りをするときは必ず線画は耐水性を選んだ方がいいですよ。絵を描く上で耐水性を選んだ方が一番無難なのかなと思います。画材を選ぶときはまず耐水性かどうかそこから選ぶようにしています。ちょっとこの鹿の絵は小さめなので細かい毛並みを表現するときは丸ペンを選んでいます。動物の毛並みを描くときはいろんな写真を見ながら毛の向きがどっちからどっちに生えているかというのをよく観察してペン入れした方がいいと思います。ここら辺はね耳の中が複雑に絡み合ってたんだけどだいたい鼻から頭の後ろの方に流れるように毛って生えていますね。シャープペンはやっぱり先が尖っているので紙がへこみやすいのでシャープペンの重さを利用して力を入れずに書いています。今の使ってたシャープペンは製図用なのかな。
結構適度な重さがあるシャープペンで、もう20年以上愛用しているシャープペンです。さあここでインクを作っていきます。まずはいつも使っているパイロットインク証券用、比較用にまず黒を描きました。で次に、新しく購入したリキテックスリキッドトランスペアレントローアンバーという色ですね。濃い茶色になります。初めて開封するので、まずはよく振って中のインクを泡立っちゃってるけど、まあしょうがない、そういうもんか。当然耐水性です。アクリル絵の具を液体状サラサラにしたものなので、アクリル絵の具って乾くともう完全に耐水性なので、実はなんか違うインクを探すよりこのリキテックスリキッドが一番使えるんじゃないかなと思ってます。描いた時は濃く見えるんだけど、乾くとだんだんね薄くなってきます。わかるかな。黒よりはね少し茶色っぽいですよね。で一番下はこのリキテックスリキッドを水と同じ比率で薄めたものです。3対3、要するに1対1ですね。ローアンバー3滴と水3滴を混ぜるとこの薄さになりました。これは使えそうだ。水で薄めたインクはこれに保存しました。これ100均のなんかお化粧コーナー3個入り100円のもので、多分クリームかなんかを小分けにして持ち運ぶやつかな。これが使えそうなので使ってみました。で他の色も作ろうと思ってるので、メモを両面テープで上に貼っときました。これの他にローアンバー6滴に対して水4滴入れたものも作ってみました。6対4だとこの濃さ、3対3だとこの濃さ。一番下のね3対4はね水を4を入れたはずなんだけど、なんかね3対3より濃くなってますね。これは多分混ざってなかったからかな。ちょっと失敗として一番下はちょっと気にしないでください。これに、上から水彩絵の具を塗ってみます。そうすると、おや、黒がにじまないはずが少しにじんだ。こっちはにじまない。リキテックスリキッドはやっぱり完全に耐水性なようですね。こうになってもほら全然にじまない。黒はねちょっとインクが乗りすぎてまだ乾いてなかったみたいです。ちゃんと乾くと耐水性になるので大丈夫です。ということは後に書いたリキテックスリキッドの方が乾いているということなんで、インクよりも速乾性があるということですね。ということはやっぱりこのリキテックスリキッドは使えるぞ。早速書いてみよう。まず下書きを薄くして黒からペン入れします。関節が分かりやすいように、濃い黒の方で先に書いて、はい、ローアンバー3対3、1対1で薄めたやつで書いてみます。ほら、黒と並べるともう色の違いが分かりますね。さあ両方使っちゃおう。表面の表示はちょっと変えました。6対4イコール3対2ですよね。で3対3は1対1なんで比率で書いてみました。まずは濃い方から描きます。目の中に光を入れたかったので、まつげを描く前に目の部分乾かしてからまつげを描きます。おそらくここで乾いてないのにまつげを描くとインクとインクが合体して目の中の光が消えちゃうと思うんで、十分に乾かそうと思ってます。でこっちは、薄めの1対1で描いてますね。主に光がよく当たりそうなところは薄めに描いて、影になりそうな濃くしていいところは濃い方で描こうかなと思ってました。はい、ちょっと濃いやつ、鼻の周りとか下の方、ここら辺は影が入ってくると思うので1対1よりも濃いもので描いてます。乾いたからまつげ描きました。うまく白が残りましたね。狙い通り。蝶々でも飛ばしたらなんかいい感じになるかもしれない。これは、大陸をね大群で横断するオオカバマダラという蝶々です。ネットで検索するとすぐ出てきますよ。木にね大群でね止まって休んでる絵なんてね、木が見えなくなるほどの数でびっくりしますよ。この線
これね失敗なんですよ。これ書かなきゃよかった。後で消します。いらない線だった。なんで書いたのか。練り消しで消えたらいいのに。1対1同比率で薄めたやつですね。ここの絵はねとても柔らかい絵にしたかったので全部1対1で描きました。黒だと絵に締まりが出てかっこよく見やすくはなるんですけど、この薄い茶色で描くことで多分柔らかい感じが出せるかなと、ちょっとぶっつけ的な実験になりますけどやってみます。背景も少しだけペン入れをしてなんかこう分かりやすく。こっからはこのローワンバーの原液で描いていきます。このオジロジカっていう題名になりますかね。なので一番目立つように一番濃いもので描きました。さあここは3対2の比率で薄めたやつを使って今描いています。本体にはね原液は使いません。3対2の濃さなものと1対1のものを使って描いていこうと思っています。さあメインディッシュの小鹿ちゃんの線画いってみましょう。線画する時にね思いますよね。ミスったらどうしよう、ボタしたらどうしようと思いますよね。私もすごく思います。毎回思います。されど進むしかない。慣れてくるとねボタとかねあんましなくなります。なんだろう、こうインクをつけた時の度合いが体で分かってくるのかな。あんまりつけすぎずに何回もインクを拾うようにしたらいいんじゃないかな。あとは足りなかったら後で足せるので、最初はあんまり描きすぎずに絵の出来を見ながら足していけばいいんじゃないかなと思います。叩いて細かく下書きができるように薄くしてます。この花はアメリカギクという花です。花屋さんだったヨメアスに相談したら、北アメリカで野生に生える秋の花ってこれがいいんじゃないということでおすすめしてくれました。キノコやコケも描こうかな。おや、どっかで見た動物がいますね。なんだろう。背景の中でこの手前に来るアメリカギクは濃い割合の方の色で描いています。こいつはなんかキノコのつもり、なんか花のように咲くようなキノコがあるみたいです。こう小鹿の周りをちょっとした植物だとかで額縁のように飾ってレイアウトを考えています。ここで一つ懸念点がローアンバーの原液で描いたところ、ちょっとねインクが乗りすぎて濃すぎて少しテカリが出てるのが分かりますか？これがね絵の具を塗った時に滲んでこないか伸びてこないかっていうことが心配なんですよ。大丈夫だとは思うんだけど、何か対策をしといた方がいいかなと思ってマスキングインクを塗りました。なんでって思うかもしれないですけど、これ乾いて剥がす時にねつきすぎたインクを拾ってくれるんですよ。前にマスキングインクを使った時にちょっとねインクの色が薄くなったことがあったんですよね。それを利用してこの余分なインクを取れないかなと思って今やってみています。念には念を。カスを見るとねちょっとほら茶色くなってるんで多分大丈夫だと思います。これでこっからはこのマスキングインクを塗っていきます。なんでってなるんですけど、先ほどのピンクのペンタイプのマスキングインクね、なんか乾きがあんまりよろしくなかったんですよね。この次にアップするイラスト図鑑のもので大失敗しちゃったんですよ。だいたい乾かしている時間とかで同時進行しているので、その失敗の様子は次回かなお届けします。失敗といえばこっちも失敗を文字通り埋め合わせ、アクリル絵の具
のホワイトを使ってます。アクリル絵の具だと上に水彩絵の具塗りやすいので、それを使ってます。さあ下準備が済んだのでちょっと休憩させてください。これね、うちの周り散歩してるんですけど、たまにこういった木の上でね、リスがトコトコトコって歩いていくんですよ。茶色い日本リスいるかなと思ったけど、この日は会えなかったな。いいねボタンやコメントにいつも励まされてます。どうもありがとうございます。さあ行きましょう。今回もペリカンの透明水彩固形の絵の具を使っていきます。今回も骨を描いていますけれども、肋骨はあんまりそんなに細かく描く必要もないかなと思って割愛させていただいてます。シンプルに黒い絵の具を、水で薄めてグレーにして、それを 2,3 度塗り重ねています。こっちは大人のオスジカ、こっちも、黒と焦げ茶色を少し混ぜたのかな。冬毛はね、こういった灰褐色というんでしょうか、そういう色の毛になるみたいです。冬の景色に溶け込むようにしてるんですね。冬だからモフモフの毛になって暖かそうな感じになります。角の根元や耳など、血管が近いところは結構茶色い色が出てくるのかなと思います。こっちは大人のメスジカさん、こっちも同じ色を塗り重ねています。これは足の裏、こうメインのひづめが前に2つあって、でちっちゃなこのなんか尖ったひづめっていうんですかね、それも使って歩いているみたいです。この鹿の足跡は前のひづめ2本のものがよく残るみたいですね。ひづめの裏は凸凹なのでムラを使ってそれを表現をしています。小鹿の鳴き声をね、なんか流してる YouTube があって、それを見たらものすごい可愛かったんで、このワンシーンも描いてみました。頭の色は黄色と黄土色、それと少しだけ茶色を混ぜたのかな。基本的にこう薄く塗ってだんだん塗り重ねていくっていうやり方です。マスキングを少し足してます。細かくできるようにこうで、竹串はそのまんまだと先が鋭利すぎるので、なんかボンドをつけて少し丸みを出したものを使っていました。それと割り箸を、ヤスリ使って先っちょを丸めたものも使ってこのマスキングをしました。この体に白い点々の模様があるので、それを白抜きとしてマスキングしています。あと一番光が当たる草だとか花も後で細かく塗れるようにマスキングしています。こっちも草の部分もマスキングしています。こっちはさらに周りをテープでマスキングして、足りない線を描き足して、あと葉っぱの光になる部分をマスクしています。で体の部分、今塗ってるのはこれ薄くて分かんないかもしれないけど、薄い黄緑です。緑の森の中にいる設定にしようかなと思って、下も草なので、その草の緑が反射して体も少しね緑の色が入るはずなんですよ。それを表現しようかなと思って下塗りで黄緑を使いました。あとはもうどんどん塗り重ねていくだけです。小鹿のマスキングはだいぶ先にやっていたのでもう乾いているので、どんどんもう、そこを塗り重ねていきます。これね、後で剥がす時ちょっと楽しみなんですよね。
そろそろ背景いきましょう。背景も薄い黄緑で、まず光のラインが分かるように下塗りしました。そこから濃いところをどんどん塗り重ねていっていきますけど、光の筋の部分は色が薄くなるはずなので、濃い色薄い色の塗り分けに、細心の注意を払っています。光の筋描くときにね、鉛筆かなんかで線描くと本当に楽なんですけど、その上から絵の具塗るとその鉛筆の線が残っちゃうので、それはしたくないなと思って、どうしても歪みつつもなんとかまっすぐうまく描けるように、頑張ってます。まあちょっとぐらい歪んでもね、それマジになるかなと思って。ここで白筆ペン、光の筋やっぱりちょっとうまくいかなくて、際をねこれで白く修正しました。マスキング剥がしていきます。さあどうなるかな、楽しみな瞬間。だんだんハイライトになってきましたね、白抜きが。なんか光に満ちた感じにはなってるんじゃないかな。でもどうしてもね、思った通りすっごい細かいマスクまでは難しいので、こういうふうに少し塗り足して調節しています。じゃあまずこんなもんで外してってみます。こういう枠を描いても少しおしゃれに見えるかな。どうでしょう。さあここで一番手前となる草から色を入れてってます。先に肌を塗っちゃうと草の部分まで塗っちゃいそうなので、草から塗りました。今微妙に噛んだな。塗りすぎたと思ったらすぐティッシュで拭き取る。あとは薄くするために意図的にティッシュを使うこともあります。これが意図的なティッシュ。少しだけ、ほんの少しだけ色をのせたいなって時に、1秒か2秒待ってティッシュを置くと少しだけそこに色が入ります。人間の絵を描く時でも使えるんですけど、目をつぶってる目の中に少し光を入れてあげるだけで、表情が少し柔らかく見えるようになるんですよね。オオカバマダラ、なんか実際見たことはないんだけど、この大陸を横断するっていうところで結構惹かれてるんですよね。剥がします。コピックのクールグレイ、これで細かい毛をプラスしていきます。ちょうどこれクールグレイというだけあって少し青みが入ってます。後ろにちょっと大胆に灰色を塗って、これで雪の表現。スパッタリングしてもよかったんですけどね、小さいところなんで。さあメインディッシュに行きます。ここは、秋っぽい表現をしたいために後ろに黄色い光を描いています。ちょっと森が夕焼けになってきたぐらいの時間帯を描こうかなと思ってます。小鹿の体にもね、その黄色い光が影響してくるので、体にも全体的にも少し黄色みを下地として塗っています。これは水のついた筆でぼかしています。どんどん背景描き込んでいきます。これはうっすら緑で、これは、オレンジの薄い色で枝を描いていっています。
でこの枝もそうなんですけど、この葉っぱを描くときに、濃い部分から描いていきます。それは何でかというと、筆に絵の具をつけて塗ると一番最初に一番濃い色が出ます。で筆の色がだんだんなくなっていくので、塗っている絵の具もだんだん薄くなっていきます。それを利用して濃い方から薄い方へとだんだん塗っていくわけです。ここら辺も全部一応下塗りという感覚で塗っています。濃い色から塗ると調節が効かなくなっちゃうんで、薄い色から塗り重ねて、色の濃さを調節していくやり方でいつも塗っています。黒い筆で色をのっけた後、この水をつけた筆でぼかしています。水彩絵の具ってどうしても塗って染み込んで乾くと色が半分ぐらい薄くなるんですよね。でもその分下の色と馴染んでだんだんと色がついていく。でやっぱり塗り重ねるのに時間はかかっちゃうんだけれども、その分作業は丁寧になって塗りの失敗っていうのは少なくなる。それが結構いい特徴なんじゃないかなと思います。あと紙を選ぶのも結構大事だとは思うんですけど、この紙のザラザラとこの水彩絵の具の色のムラの感じで、この毛がいっぱいある動物とかを描くときは本当に向いてるなぁとつくづく思いますね。なんか細かいムラみたいのでね、なんかこう勝手に深みが出てくれるというか、そういうところもね、そういうところが好きなんですよね。とても柔らかい印象を出してくれますよね。20代の時はなんかこう性格に勢いもあったせいか、アクリル絵の具でバキッと色を出すのが好きでね、アクリル絵の具使ってることも多かったんですけど、もう今はあんまり使おうと思わなくなっちゃいましたね。おじさんになっていくにつれ、こういうふうに使う画材も変わっていくんだなと。この帯のところ、グレー系の色だけじゃちょっと深みがなかったんで、少し緑を足しましたね。あとは背景どんどん濃いところを描き出して、色でコントラストをなるべく出したいなと思ってるところですね。この周りに鉛筆の線で枠みたいに書いてあるんですけど、これは大まかにここから先は絶対書いちゃダメっていうラインを自分で設定して書いています。でそれを目安にその内側均等になるようになるべく四角くバランスが取れるように書いていました。これはイラスト図鑑一発目で出したシマリスちゃんを出してみました。シマリスちゃんがここに遊びに来ているということです。鹿さんと何を喋っているのでしょうか。ではマスキングの白抜き剥がしていきましょう。綺麗にできていますね。やっぱりマスキング液こっちの瓶タイプの方に変えてよかったですね。瓶タイプなんで筆とか、割り箸とかで薄く塗れるんですよね。ブチュッと出ないんで。だから乾きも早くて、その乾きも確かに乾くっていう感触がありますね。マスキングインクはもう瓶タイプを使っていくことに決定です。でもピンクのチューブも苦労して試行錯誤して作ってくれた方がそこにいるので、その人には申し訳ないんですけど、皆さんが使う時はね、ぜひどっちか試して自分の使いやすい方を使ってください。この少し前からこの色鉛筆で仕上げを行っています。ファーバーカステルの色鉛筆を使っています。絵の具でちょっと出しきれなかった細かい色味、あと黄色みを少し足してなじませたり、あと白の抜きも
グレーと黄色を足して、白すぎないようにしました。この辺は、黒で、陰影をつけていますね。優しくここは黒を使ってます。おいおい、最後まで水彩でいくんじゃないのかいという意見もあるかもしれませんが、絵は自由です。何を使ったっていいです。だからここでいきなりマーカーを使っちゃったってありっちゃありなんですけど、自分の目指すイラストが完成できればね、何を使ってもいいと思うので、黄色を足すことで少し温かみが全体的に増してきたかなと思います。前回のメガラドンとは打って変わって今回は優しいイラストを描いてみたんですけれども、皆さんはどっちの方が好きなのかな？そういう意見もお待ちしております。最後に今回の絵で構図的にちょっとありえない部分が一つあります。それを一応トリックということにしときましょうか。さあ、構図的におかしいんだけども、目線の流れでおかしくは見えてこないようなところが一つあります。ここかなと思ったらぜひコメントで教えてください。少し長くなっちゃったけど、ご視聴ありがとうございました。